こんにちは。シスコでエンジニアをしております。井ノ浦です。今回は ICE の一番重要な部分であるポリシーセットを詳しく解説します。ポリシーセットの主な構成要素は、オーセンティケーションポリシーとオーサライゼーションポリシーの2つのポリシーです。オーセンティケーションポリシーでは、ネットワークに接続してきたエンドポイントのクレデンシャルを検証する際に、どのアイデンティティソースを参照するかを定義します。一方、オーサライゼーションポリシーでは、ネットワークに接続してきたエンドポイントに対して、どのような権限を割り当てるかを定義します。オーセンティケーションポリシーとオーサライゼーションポリシーは、複数のルールから構成されます。ルールは条件であるコンディションと結果であるリザルトから構成されます。エンドポイントがネットワークに接続し、スイッチや WLC からの処理の要求を ICE が受信すると、ICE はオーセンティケーションポリシーのルールを先頭から順番に見ていきます。そして、最初にコンディションを満たしたルールのリザルトをエンドポイントに適用します。認証に成功した場合、次はオーサライゼーションポリシーのルールを先頭から順番に見ていきます。そして、最初にコンディションを満たしたルールのリザルトをエンドポイントに適用します。ここで、オーセンティケーションポリシーとオーサライゼーションポリシーに関しては、なんとなく理解できた。では、ポリシーセットは何のためにあるのか、と疑問が生じるかと思います。ポリシーセットは、オーセンティケーションポリシーとオーサライゼーションポリシーをまとめるためのコンポーネントです。ポリシーセットがない場合、オーセンティケーションポリシーとオーサライゼーションポリシーのルールが無造作に並んでしまい、オーセンティケーションポリシーとオーサライゼーションポリシーのルール間の関連性が視覚的に分かりづらくなります。一方、ポリシーセットがある場合、オーセンティケーションポリシーとオーサライゼーションポリシーのルール間の関連性が視覚的に分かりやすくなります。もう少しポリシーセットの説明を続けます。オーセンティケーションポリシーのリザルトには、インターナルユーザーズやアクティブディレクトリなどのアイデンティティソースが使用されます。一方、オーサライゼーションポリシーのリザルトには、オーサライゼーションプロファイルと呼ばれるコンポーネントを指定します。オーサライゼーションプロファイルでユーザーに対して割り当てる権限、VLAN やアクルなどを指定します。ポリシーセット自体も複数のルールから構成されます。ポリシーセットのルールでは、Allowed プロトコルと呼ばれるコンポーネントが登場します。Allowed プロトコルでは、エンドポイントが使用可能な認証方式を指定します。認証方式には、ログイン認証で使用される PAP や .1x で使用される Keep、EAP-TLS など、様々な認証方式を指定可能です。では、今から
ポリシーセットを設定し、エンドポイントをキープで認証しつつ、チーム1のユーザーには VLAN10、チーム2のユーザーには VLAN20 を割り当ててみます。今回はアリス、ボブの2つのユーザーアカウントを作成します。そして、ユーザーアリスはチーム1に所属させます。一方、ユーザーボブはチーム2に所属させます。次は、アラウドプロトコルの設定を見てみます。今回は、キープを使用するので、キープが有効なことが確認できます。次は、オーサライゼーションプロファイルの設定を見てみます。チーム1のオーサライゼーションプロファイルでは、VLAN10 が設定されていることが確認できます。同様に、チーム2のオーサライゼーションプロファイルでは、VLAN20 が設定されていることが確認できます。では、ポリシーセットの設定を見てみます。ポリシーセットのルールにおいて、アラウドプロトコルが指定されていることが確認できます。右矢印をクリックすると、オーセンティケーションポリシーとオーサライゼーションポリシーの設定に飛びます。まずは、オーセンティケーションポリシーから見ていきます。今回は、.1x である keep を使用するので、真ん中のルールで処理されます。コンディションで使用されている wired802.1x と wireless802.1x は ICE 側で事前定義されているコンポーネントになります。また、今回、クレデンシャルの検証には、ICE がローカルで保持しているインターナルユーザーズを使用するため、.1x 用のルールのリザルトには、インターナルユーザーズを指定します。次に、オーサライゼーションポリシーを見てみます。今回、チーム1の社員のルールと、チーム2の社員のルールが存在します。ルールのコンディションでは、ユーザーアイデンティティグループと呼ばれるものを使用しています。リザルトには、オーサライゼーションプロファイルが割り当てられます。では、こちらの VLAN1 が割り当てられているスイッチのギガビットイーサーネット1スラ0スラ1に PC を接続してみます。まずは、ユーザーアリスの PC を接続します。スイッチで Show Authentication Session コマンドを実行すると、ギガビットイーサーネット1スラ0スラ1にユーザーアリスの PC が接続されていることが確認できます。また、ICE から VLAN10 を学習していることが確認できます。さらに、Show インターフェーススイッチポートコマンドを実行すると、ギガビットイーサーネット1スラ0スラ1のアクセス VLAN が10であることが
確認できます。こちらはアイス側のラディウスのライブログです。ユーザーアリスはオーセンティケーションポリシーの .1x 用のルールにマッチし、かつオーサライゼーションポリシーのチーム1用のルールにマッチしていることが確認できます。また、アイスはユーザーアリスに対して VLAN10 を割り当てていることが確認できます。次に、ユーザーボブの PC を接続します。スイッチで Show Authentication Session コマンドを実行すると、Gigabit Ethernet 1/0/1にユーザーボブの PC が接続されていることが確認できます。また、ICE から VLAN20 を学習していることが確認できます。さらに、Show Interface スイッチポートコマンドを実行すると、Gigabit Ethernet 1/0/1のアクセス VLAN が20であることが確認できます。こちらは ICE 側のラディウスのライブログです。ユーザーボブはオーセンティケーションポリシーの .1x 用のルールにマッチし、かつオーサライゼーションポリシーのチーム2用のルールにマッチしていることが確認できます。また、ICE はユーザーボブに対して VLAN20 を割り当てていることが確認できます。最後、まとめになります。ポリシーセットは、オーセンティケーションポリシーとオーサライゼーションポリシーのルール間の関連性を視覚的にわかりやすくするためのコンポーネントです。そして、ポリシーセット、オーセンティケーションポリシー、オーサライゼーションポリシーの設計が ICE で一番重要な部分になります。今回で ICE を扱う上で最低限理解しておく必要のあるコンポーネントの解説が終わりました。次回からはより実践的な内容に入りますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。